Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図に消えがし세계 널 무너뜨리고 소리치면 돼 내게 no more drama Got me started in my house in my Malaysia 見つけたよ心が Yes like my home my home Inter FM 897 Utah at home みんなおかえり。そしてハッピーニューイヤー。フー。新年明けましておめでとうございます。インター FM897 NCT127 ユータのユータアットホーム。毎週金曜日の夜11時、僕 NCT127 のユータが DJ を担当します。皆さん明けましておめでとうございます。もう1年が終わって新しい年に突入しました。2020年さよなら、2021年ようこそということでですね、もう終わっちゃったのか。そうだね、2021年になったから新しい今年の抱負とか目標とかっていうのを立てないといけないね。みんなは年をまたぐごとに目標だったり抱負っていうのはあるのかな。俺はね、結構立てるタイプだったんだよね。2020年ももちろん立ててたし、今年もね、なんか目標だったり抱負っていうのを考えてたんだけど、今年はね、あんまりね、力を入れすぎずに流れに身を任せる年になってもいいのかなっていう考えもね、ちょっとあって、やっぱ2020年はちょっといい感じで力を入れすぎてたかもしれない、たのかなって思う部分が結構あって、だから2021年はね、ちょっと自然体でもうちょっとね、力を抜いてこの流れのね、流れにこの身を任せてもいいのかなって思ってます。みんなはどうですか？目標、抱負ありますか？2021年もしね、あるのだったら、その目標だったり自分が叶えたいってね、思ってるその抱負だったり目標に向かって頑張ってほしいなと思います。あとね、目標というか、これは絶対やりたいっていうのは、やっぱり2020年はオフラインよりオンラインで会うことが多かったので、2021年はやっぱりオフラインでみんなと会って目と目を見て、僕たちのステージだったりなんかね、そういう楽しい時間を一緒にね、過ごせたらいいなと思ってます。それが目標かな。コンサートもしたいし、日本ではあれだよね、去年の2月が最後だから、もう本当にほぼ1年会ってないもんね。だから今年はね、絶対に会えるように一緒に頑張っていきましょうということなんですけど、つい先日、12月27日ですね、ビヨンドライブが無事終わりました。ありがとうございます。本当にたくさんのファンのみんなに見てもらってすごい嬉しかったですし、やっぱりこうやってオンラインで何かをやっていつも思うことは、やっぱすごい世界中のファンのみんなが変わらずに応援してくれてるんだなっていうのをすごい感じます。やっぱりなかなか会えないから、こっちもね、めちゃくちゃ不安なの。やっぱりこのステージがこう伝わってるかなとか、言いたいことこうもうちょっと言っておけばよかったなとか、なんでこれできなかったんだろうとか、そういうのが結構あったんだけど、やっぱりね、こうオンラインでも変わらず応援してくれるみんなのことを見ると、すごいまた頑張らないとなと思うし、よっしゃやったるぞっていうね、気持ちになります。ありがとうございました。本当に僕にどんどんね、皆さんの声を届けてください。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp、ゆうた897@interfm.jp です。音楽の方は NCT127 の曲だったり、その他ね、皆さんに僕が今届けたい曲をたくさんオンエアしていきます。まずは、1曲目をお届けしようと思います。NCT127 でノンストップ。インター FM897 からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 のノンストップでした。はい、皆さん正月の時はどう過ごしてましたか？
僕はですね、日本にいる時はね、どう過ごしたかな。やっぱりちっちゃい時は、いとことかとすごい久しぶりに会うじゃん。やっぱりだからいとこのみんなと羽根つきだったりたこ揚げだったり、そうだ、けん玉もしたな。けん玉もしたし、家族とか親戚ってやっぱりそういうなんかすごい重要な日じゃないとなかなか集まることってないじゃないですか。だから正月はすごい、僕の中で楽しみの一つでしたね。おせち料理もあったし、でもね、一個すっごいまだ覚えてるのがあって、僕んちはおばあちゃんがおせち料理をこう毎年作ってくれるんですよ。でそのおせち料理をこうみんなで食べるんですけど、僕おせち料理食べれるものがあんまり実はなくて、そうだから数の子だったり、あとねお魚だったりで、おせちを食べた後僕たちの家は牛肉を必ず食べるんですよ。なのでその、ね、牛肉だったり数の子だったりっていうその2つをめちゃめちゃ食べてました。懐かしいな。正月日本でね、かれこれどのくらいやってないだろう。9年、そうだね、もう韓国行ってからだから9年ぐらい日本で正月過ごしてないから、なんかこう今ここで喋りながら昔のあれだね、楽しかった記憶がパーッと蘇ってきました。あとね、逆に韓国って日本の正月と韓国の正月ってちょっと違くて、韓国って旧正月だから基本的に元旦は結構その集まらないことが多いんだよね。だから帰れない時でも元旦とかだったらメンバーと美味しいものを食べに行ったり、あとはそうだね、ちょっとお酒飲んだり、これから頑張っていこうだったり、去年こういうことあってこういうとこ直した方がいいよねだったり、反省会も兼ねてまあ喋ったりする時間が多いかなと思いますね。で逆にね、韓国の旧正月2月なんだけど、ほぼ2月になったらやっぱりね、みんな家族のところにメンバーも帰っちゃうから、やっぱ外国人、まあジャニーもいるしマークもいるから全然寂しくはないんだけど、やることがねすごい限られてるの。やっぱりそうお店もほぼ閉まっちゃうのよね、韓国って。だからやることがないんだよね。だからね、韓国に住んでる日本人の方でこのねラジオを聞いてる方がいらっしゃったら、なんかぜひ韓国の旧正月をこういう風に過ごしたらちょっと面白いよとか、こういうのあるよっていうのがあったらね、ぜひね逆にね教えてほしいです。はい、それではね次の曲に行こうかなと思います。 NCT127 Not Alone なっちゃん、インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは NCT127 で Not Alone なっちゃんでした。はい、今週は1月1日ということでお正月らしい遊びをラジオでやってみたいと思います。番組スタッフがね作成してくれたゆうたすごろく2021なんですけど、マス目にねいろいろ書いてあります。ちょっとね今紹介してみますね、何が書いてるか。こうねサイコロを振って止まったところ出たね目、例えば1が出たら1に止まるんだけど、その止まったところにそのエピソードを喋れるようにスタッフさんがねこう準備してくれたんですよ。質問を読んでいきます。2020年にやると言ってやってない、今年は必ずやること。最近の恥ずかしい話。モノマネメンバー以外。うわこれ絶対止まりたくない。関西弁出てもうた。はい、今だから言えるごめんなさいな話。はい、最近うるうるした話。最近のドヤ顔。どういうこと？最近のドヤ顔。あ、俺よくやったでみたいな感じかな。モノマネにメンバー限定。モノマネさしたがるね。感謝した話。デビュー当時の自分に一言言うとすれば、癖がすごい話。人から言われて一番嬉しい言葉。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 個あるね。そう11個あるんですけど、それではね早速なんですけどサイコロを振ってみたいと思います。こういうのってさ、やる前めっちゃドキドキしやん。俺なんかこういうサイコロ振るときってめっちゃドキドキするのね。マス目がねあんまりないのであっという間に終わってしまわないように、サイコロは3までしかありません。
それではね、一回やってみようと思います。よし。モノマネには絶対止まりませんように。モノマネには絶対止まりませんように。ほい。お、3が出た。ちょっと待ってね。うわ、ちょっと待って。いきなりモノマネ？マジで？ 1、2、3、そうだよね。マジか。モノマネか。うわ、これは唐突すぎたな。めちゃくちゃ準備してなかったわ。これ絶対仕掛けあると思うんだけど。マジで？じゃあモノマネか。メンバー以外だよね。ちょっと待って、ちょっと考えさせて。モノマネか。デビューして5年、モノマネなんかしたことないわ。どうしよう。モノマネ？ちょっと待って。あ、こういうことだね。バラエティでいきなり、もしバラエティとかに出て、モノマネやってくださいみたいな。ちょっと冷や汗かいてきたわ。誰にしようかな。でね、さっきもサイコロのところにあった千鳥さんの癖がすごいの、あれやります。ノブさんの。いきますよ。ちょっと待って。練習してないからね、これ。マジで。台本にないから、これ。癖じゃ。こんな感じ？ちょっと待って、ちょっともう一回やるわ。これすごいシュールだからね、今。俺、今レコーディング室に一人なの。一人で、マイクに向かって癖じゃって言ってんだからね、みんな。想像してみて。誰もいないんだよ、一人。シーンとしてる中で。一人で癖じゃって言える？言えないよね、普通。じゃあもう一回いくよ。想像します。大悟さんがなんかボケを入れて、癖じゃすいません、ちょっとすいません、千鳥さんにもすいませんですし、こんなねクオリティの低いモノマネを見せてしまった皆さんにもすいません。でそしてこんなねモノマネなんか入れたスタッフさん恨みます。はい、ということで次行きたいと思います。次はね、なんかモノマネは絶対当たりたくないなということで、願いを込めながらサイコロ振りたいと思います。来い。2。これもノブさんだ。2。こっちの方が2出たかも。2じゃ。最近のドヤ顔。これも癖じゃ。最近のドヤ顔も癖じゃ。どういうことじゃ。最近のドヤ顔だからあれだよね。どやったことってことだよね。俺が。あ、そうだ。スマブラやってるって話したじゃん、この前。で、そのスマブラで5、6回ね、勝った時、連勝した時のドヤ顔は、俺すごいって聞いたことがある。このね、ドヤ顔を今ね、ラジオでは見せれないんだけど、そう。それはよく言われる。じゃあ、ここでですね、このドヤ顔とモノマネの話を、したので、ここでね、一曲挟んでみようと思います。曲が終わったらね、またすごろくが再び始まるので、皆さん期待してください。ということで、僕が大好きな、ラルク・アンシェルさんね、よく言うんですけど、それとね、並ぶ、もう中学校からよく聴いてるバンド、ジャンヌ・ダルクさんの、ドールズという曲をね、お届けしようと思います。インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのはジャンヌ・ダルクさんでドールズでした。はい、番組スタッフさんがね作成してくれたゆうたすごろくをね、もう一度ねやってみようと思います。じゃあ早速なんですけど、さっきのどこで終わったっけ。ドヤ顔で終わったんだ。そう、ドヤ顔で終わったんで、ちょっとね、あと何が残ってるんだろう。あとね、モノマネ2っていうのがあるのよ。またメンバー限定って書いてあって、で感謝した話で、デビュー当時の自分に一言言うとすれば、癖がすごい話もあるね。まだ今だからごめんなさいの話、人から言われて一番嬉しい言葉っていうね、この6つが残ってるんですけど、もう何でもいいや何でもいいや。じゃあ早速なんですけど回してみたいと思います。来い。まさかの1。
出た、モノマネや。絶対これ仕組まれてると思う。中になんか入ってると思うねんな。モノマネ2メンバー限定って書いてあるわ。メンバー限定か。ちょっと待って、メンバー限定だよね。22人いるからね、メンバーって言っても22人いるからね。誰にしようかな。一番特徴があるのが2人いるね今。ジョンかテヨンかマークもわかるね。じゃあこれ誰の、これねめっちゃマニアックだから多分わかんないと思うよ。じゃあこれテヨンのモノマネっていうかね、これねめちゃくちゃ特徴的なの。彼ねくしゃみをするときに、まあ一回やってみるね。ファブリーズ。そう、くしゃみしたときにファブリーズって言うの。そう、テヨンってくしゃみって普通さクシンとかさ、めちゃくちゃ特徴的な人をさチュッってやるじゃん。でもテヨンはファブリーズって言うんだよね。マジでこれマジなんだって。これ俺嘘ついてないからねそう一回次ね、なんかコンサートとかでくしゃみした時あったら、俺マイクくしゃみしそうな時俺マイクこうテヨンの口に当てるわ。マジでファブリーズって言ってるから。そうこれモノマネなんかな。モノマネってみんなが分かってることをして初めてモノマネだもんね。ごめんね。ちょっと待って、違うのしよう。どうしようかな。いきます。오늘 여러분과 약간 같이 앞에서 만나서 약간 그래서 약간っていう。ちょっと待って、めっちゃ恥ずかしいわこれ、ほんまに。これマジでもう一回言うけど想像して、みんなレコーディングルーム一人でこんなことしてるんだからね。この約款っていうのは日本語で言ったら若干っていう言葉なんだけど、これねマークがね喋るときに絶対に若干をめちゃくちゃ言うわけだから。日本で言ったら、若干今日はねファンのみんなと会えて若干、ちょっと緊張してるんですけど若干みたいな。そう、マークって本当に若干がめちゃくちゃ入るの。ひどい時ね多分100回以上入ってると思うよ。これ一回ちょっと聞いてみてみんな。ということで次行きたいと思います。サイコロ、俺の答えたい質問に止まって 5、 2、デビュー当時の自分に一言言うとすればですね。デビュー当時の自分に一言言うとすれば、難しいな。一言じゃ収まりきれないんだよねこれ。もうありすぎて。デビューでも一番言いたいことは何だろうな。人の意見を聞くのは大事だけど、それに振り回されるなっていうのは一番言いたいね。これはデビュー当時っていうか今でもそうなんだけど、人の意見ってやっぱり結構振り回される時ってあるじゃん。例えばその人がもっとこの業界の先輩だったりちょっと目上な人だったりしたらさ、その言葉の重みっていうのがあるからさ、そうだからそれももちろんねめちゃくちゃ大事だしプラスになることってあると思うんだけど、それ以上にそこに振り回されて自分が持っていたものがなくなる時っていうのがあるのよね。で本当の自分がわからなくなっちゃう。あれこれだったっけ、あれこれな気がしたんだけどな、あれ俺韓国来た時こんなんだったのになとか結構あったんだよね、そういうのが。だからこれはデビュー当時の自分にというよりも今の自分にも言い聞かせたい一言ですね。デビュー当時ってもっともっと何も知らない時だったから右往左往をめちゃくちゃ真剣にやるわけよ。で得るものももちろんあるんだけど、それ以上にやっぱりね自分のリアリティっていうものがなくなっていくっていうのは俺はめちゃくちゃ怖いことだと思っていて、そうだからその点においてはだからあれだね、結論いい具合に聞き流そうねっていうことだね。はい、ということで次残り3つですね。いきます。ほい。3だ。
123もうゴールだ、最後だ。123、人から言われて一番嬉しい言葉だ。人から言われて一番嬉しい言葉なんだろうな。やっぱあれじゃない？かっこいいとかめちゃくちゃ単純？かっこいいっていうのはやっぱりごめんね、めっちゃ言われるけど何回聞いても嬉しい純粋にかっこいいっていう単語に含まれる意味ってめちゃくちゃあると思わない？例えば男前っていうのもかっこいいじゃん、もちろん。でも頼りがいがあるっていうのもまあかっこいいっていうことじゃん。そのなんかをした時にやっぱゆうたくんってかっこいいなとか、なんかその何かを俺が行動したことによってその人がかっこいいって思ってくれて、その言葉を聞いた時が一番おうイエーイってなるね。そうだからかっこいいかな。頼りになるとかもめっちゃ嬉しいけどね。ということでした。終わっちゃいましたね。ゴール。やってないのが何があったかな。恥ずかしい話とかさ、癖がすごい話とかもやってないし、ブルブルした話とかもやってないけどね。またなんか機会がある時にね、こういう質問って多分結構来ると思うんで、その時にね随時答えていこうかなと思います。それではここで僕ら NCT127 のナンバーをお届けしましょう。 NCT127 で Dreams Come True。 インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは NCT127 で Dreams Come True でした。ここで、もうねゆうたーズパワープレイ、もう毎週テーマに沿った僕のねオリジナルチャートトップ3、もう恒例の、企画なんですけど、今週はですねいろいろ考えたんです。今までクリスマスもやってきたし、おはこだったり、僕は今好きな曲だったりっていうトップ3をねいろいろみんなに紹介してきたと思うんだけど、その中でも今日はやっぱ2021年じゃあもう元旦じゃん。もう年またいでもう2020年いろいろあったけど、もう一回チャラにしようということで、もう一回チャラにして新しい気持ちで、これね新しい年を始めようというねことで、俺がストレスだったりなんか嫌なことがあったりした時にもうリフレッシュしたいっていう時に聴いてる、吹奏楽があるんだよね。でもその吹奏楽を今日は、紹介していこうかなと思います。ナンバー3、樽谷正則さんで絵のない絵本。はい、俺すごいあれなんだよね、寝るときはめちゃくちゃ敏感というか神経質なの。ちょっとの音でも寝れなくなっちゃうのね。例えば時計のさチッチッチッっていう音があるじゃん、あったり、もうちょっとでもなんか、そうだからね、俺ねいびきかく人と一緒に絶対寝れないの。そうそれぐらいすっごい神経質、寝るときは。だからこの吹奏楽っていうのは、寝る前に絶対必ず聞くんだよね。リフレッシュした時ももちろんそうだし、寝る前には絶対に聞かないと寝れないんだよ。だからそういうリラックスできる曲ですね。ナンバー2いきます。ナンバー2はフィリップ・スパークで日はまた昇る。そしてナンバー1は大島みちるさんで風笛。この風笛はですね最近知ったんですよね。実は最近吹奏楽に詳しい友達からねこういういい曲があるよって教えてもらったんですけど、これはね聞いた途端に本当にねなんか知らないんですけど、なんかわかんないんだけど泣きそうになりました。何なんだろうね。だから音楽ってすごい不思議だなって思いました。それぐらいなんか自分の悩みがちっぽけに見えてきたり、これでいいじゃんって思えてくる、すごいなんていうの、大海原を
イメージできる、そんな曲なんですけど、このね風笛っていうのはね、ぜひみんなに聴いてほしい。そうということで、この3曲の中から2曲を改めて、紹介しようと思います。どうしようかな、何にしようかな。じゃあ樽谷正則さんで絵のない絵本、そして大島みちるさんで風笛。インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。メッセージももちろんたくさん届いています。じゃあ早速なんですけど、メッセージを読んでいきたいと思います。質問ですね。あゆさん、ゆうたくんこんばんは。こんばんは。 NCT は本当にギャップ王がたくさんいすぎて全員魅力がすごいです。そうだね。ゆうたくんの中でこの人が一番ギャップ王だっていう人は誰ですか？難しい質問だね。またギャップ王か。ギャップ王誰だろうな。意外にね、最近ね、フロムホームっていう活動で仲良くなったチョンロっているんだよね。弟なんだけど、チョンロってみんなからは多分すごい可愛いマンネみたいなイメージだと思うんだけど、意外にねしっかりしてて、ほわーんってしてるイメージだと僕思ってたんですけど、直接会って仕事をしてみて、なんか自分の意見だったり考えてることをしっかり言える子だし、あとね、怖がらない。そう、怖がらないっていうね、すごいいいところを発見しました。例えば仕事現場とかでもさ、ちょっと上の人にさ、なんか言うことってすごい気使うじゃん。でもチョンロってそれをね、いい具合にこう誰も気分が悪くならないような言い方をね、自然に身につけてるんだよね。だから俺今回のフロムホームですごいなと思ったのが、なんかフワワンってしてるイメージなのかなと思ったけど、いや意外にしっかりしてるんだって思って感心しちゃいましたね、チョンロは。あとはね、ジャニーもすごいけどね。ジャニーはね、もう超すごいよ。喋らない時と喋る時のギャップがすごい。そう。あれだね。喋らない時マジで怖いからね。マジで。なんか俺、なんか悪いことしたかなって思っちゃうぐらい。でもね、本当はね、そうじゃなくて、普通に過ごしてるだけなんだけど、それぐらいね、喋って明るい時と、本当に家で何気なく過ごしてる時の空気感の違いっていうのがすごい。それぐらいです。すいません。今パッと思いついたのがその2人だった。ごめんね。じゃあ次行きたいと思います。スイカさんかな。私はゆうたくんのダンスがとても大好きで、毎回たくさん見ています。ありがとうございます。そこでダンスについての質問ですが、私はダンスをやっているのですが、背が低くて周りの子よりも振りが大きく見えないのが悩みです。涙。どうしたら振りを大きく見せられてゆうたくんみたいにかっこよく踊れますか、という質問ですね。これもなかなか前回に引き続き深い質問ですよね。ダンスがだから背がちっちゃくて他の人より振りが大きく見えなくて自分が見えないっていうことだよね。それをどうすればいいかっていうことか。うわー、これねめちゃくちゃ難しいの。なんでかって言ったら、ダンスをやってるって言ってるからダンサーなわけじゃん。でも俺らってダンサーじゃないわけ。もちろん歌も歌うし、カメラ引きがあったりアップがあったりするから、もうね正直言ってこの話するのは初めてなんだけど、音楽番組とかテレビ番組とかでカメラめちゃくちゃアップで来る時とかあるわけなのよ。だから俺ね本当にね 100% で踊ったことがない。そう、それは今日もしんどいから 100% で踊らんとこうじゃなくて 100% で踊れないわけ。俺はね、俺の持論はね、なんでかって言ったら 100% で踊っちゃうと顔がねちょっとこうきつくなっちゃったり、歌を歌わないといけないからそれに体がついていかなかったりとかっていうのがあるわけよね。そうだからそこはちょっと難しいよね。だってダンスで
俺のねお姉ちゃんもダンスしてるから知ってるんだけど、発表会とかってカメラもないわけで、こう引きで見るじゃん、みんなが。だからもっと難しいわけよね。まあ曲の言っちゃえば表情が俺の持論だけどね、これは 80% 占めてると思ってるから。ダンスか、そうか。でもね、角度を変えてみるとかありかもしれない。だからこれもさっき俺が喋ったなんていうの、右往左往しすぎて自分を忘れちゃうって言ったじゃん。だからこれもあれなんだけど、自分らしさっていうのを作っていくのはどうかな。例えばまあ30人でダンスやっているとします。でやっぱりさ、振りって合わせないといけないところももちろんあるんだけど、例えばスイカちゃんがさセンターに来た時ってもうね、俺ね自分のしたいことしたらいいと思うんだよね。例えばさ、首の角度45度にしてみるとかさ、自分の魅力を知ることが一番大事かもしれないね。例えばスイカちゃんちっちゃいって言ってたけど、例えばさ、超顔が綺麗めだったりセクシーだったり、あと背は低いかもしれないけど手が細かったり、ダンスって体使うわけだから、自分の背が低いというコンプレックスもあるかもしれないけど、でもここは自信があるよっていうところが絶対あると思うんだよね。だから自信をあるところをいかに見せるかっていうところがもう勝負だよね。だから俺は鏡見ながら首の角度ちょっと変えてみたり、俺だったらそうしますね。そうだから自分の魅力を毎日鏡ね30分でもいいから見て、ダンスの振り付け、まあみんなと揃えるところは揃えるんだけど、ちょっと自由にできるところがあれば、そう自分のオリジナルの魅力っていうのを探してみるのもありかなと思います。頑張ってね。めちゃくちゃ難しいよねこれね。頑張れ、ファイティング、ファイトということでですね、もう今日終われますね。今週のラストナンバーですね。もうやっぱりこうやって相談とかさ、みんなの質問に答えていくっていうのはね、すごい楽しいね。楽しいし、やっぱりね、こういう質問ってね、俺も1回2回は悩んでることだから、みんなに喋ってるけど、俺自身にも言い聞かせてる。だから一緒になんかこう、もちろんね、みんなにこう喋ってるんだけど、今喋りながら、俺もそうだなって思いながら喋ってました。はい、ということで、今週のラストナンバーはですね、NCT127 のエレベーターという曲をね、紹介したいと思います。それでは聴いてください。 NCT127 でエレベーター。お送りしたのは NCT127 のエレベーターでした。ギリギリ1月1日に間に合った今週の NCT127、 ゆうたのユータアットホームいかがだったでしょうかね。これね、もう何回目だ、5回目か。5回目なんだけど、俺もね回を重ねるごとにすごい一人でこうラジオをやるっていう不安よりも楽しみの方が大きくなってる。だからみんなもね、このラジオを通してすごいこう楽しんでもらえれば嬉しいなと思うし、これからねどんどんまた新しく、面白い話だったりね、相談だったりいろんな話をみんなとしていきましょう。皆さんの声もね僕にどんどん届けてほしいなと思います。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp、ゆうた897@interfm.jp です。そしてですね、これから NCT127 ラブホリックねアルバムが準備してるんですけど、2月17日に発売です。これからラブホリックの情報もちょっとずつね皆さんにお知らせしていこうかなと思いますので、そちらの方も期待してほしいなと思います。それでは来週もインター FM897 でお会いしましょう。金曜日夜11時になったら僕の部屋へまた遊びに来てください。 DJ は NCT127 のゆうたでした。それではいってらっしゃい。